エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は初心者向けのコピックの塗り方テクニックを7つ紹介します。私が普段コピックで塗るときに気をつけているムラにならないコツやグラデーションの塗り方など、100均マーカーにも応用できる基本の塗り方を紹介するので、コピック以外のアルコールマーカーを使う場合にも試してみてください。線画はコピックマルチライナーで描くか、家のプリンターなどで線画をコピーして塗るとコピックで塗っても線がにじまないのでおすすめです。失敗してもコピーした線画なら印刷し直せば塗り直せるので安心です。それでは1つ目、ベタ塗り。ベタ塗りは漫画制作だと黒で塗りつぶすことなのですが、今回は一色で塗りつぶすという意味で使っています。簡単そうですが、濃淡を出さずに広い面積を塗るにはコツがいるので、ムラになりにくい塗り方を紹介します。ジグザグに塗ると角のところが濃くなるので、なるべく丸を描くようにぐるぐる塗るとムラになりにくいです。1回塗ってインクが乾いてから重ねて塗ると、重なったところだけ濃くなってムラになったり境界線ができます。インクが乾いた時に塗ったところの端が濃い線になって浮き出てくる時があるのですが、この線を私は境界線と呼んでいます。正しい呼び方は分かりません。ペン先を紙から離さず、塗り残しの隙間ができないように素早く塗るとムラなく濃淡を出さずに塗れます。それから塗り方ではないのですが、インクが少ないペンで塗るとうまく塗れないので、インクを補充するか新しく購入した方がいいです。2、重ね塗り。違う色を組み合わせて重ね塗りすると新しい色になります。普段コピックで色を塗るときはベースの色を塗った後に影を重ね塗りしています。逆に影を塗ってからベースの色を重ね塗りすることもあります。塗る順番によっても色の出方が微妙に違うので、いらない紙などで試し塗りしてから塗るといいです。塗りたい色のペンを持っていない時に重ね塗りで色を増やしたりできます。後から塗る色の端をぼかしたいなら、先に塗った色が乾く前に重ね塗り、逆にぼかさずにはっきりさせたいなら乾いてから重ね塗りします。影などに別の色を重ねると奥行きが出てくるし、同じ色で重ね塗りすればするほど色が濃くなります。3、一色グラデ塗り。肌とか何でも塗るときによく使う塗り方です。太字よりは筆の方が塗りやすくておすすめです。グラデ塗りしたい部分の濃くなるところから薄くなるところへ向かってペンをシュッと払います。先に塗った線に重ねながらシュシュッと塗って、薄くなるところがうまくできなかったところはカラーレスブレンダーでぼかします。4、グラデ塗り。髪の毛や服などで使う塗り方です。インクが乾く前に複数の色をなじませることでグラデーションができます。2色で塗る場合には、1色を片方から筆をシュシュッと塗って、2色目を反対側から塗って、さらに1色目を境目にかぶるように塗ってなじませます。同系色なら失敗しにくいです。赤と青など2色だけでグラデーションを作るのが難しい時は、間につなげてくれそうな色を足します。間に挟む色は赤と青、どちらにも近い色、同系色などを使います。3色以上で塗る場合は端から順番に塗っていきます。他の色に挟まれる色を塗るときには、両端に向かって筆を動かして色と色の間をなじませます。ブラシの跡が残っているときはゴシゴシと強めにこするとぼかせます。濃い色を薄い色でぼかすとペン先が汚れやすいので、汚したくない場合には注意してください。それからもう一つ注意。何度も重ね塗りすると外側にインクが広がります。線からはみ出してほしくない場合など、細かい場所を塗るときは気をつけてください。5、にじみ。筆の跡をぼかしたり、頬のピンクや瞳などに使います。にじませ方は2通りで、ブレンダーを塗って乾かないうちに色を塗ってにじませます。先にブレンダーを塗ると、次に塗る色の発色を抑えて柔らかい印象にすることができます。色を塗った後にブレンダーを塗ってにじませます。縁をなぞるように塗ってぼかしたり、水彩風にぼかしたり、全体的に塗って色を薄くしながらぼかすなど、
ブレンダーを塗るほど色が薄くなるので、間違えて濃く塗りすぎた時にも使えます。濃い色の後にブレンダーを使うとペン先に色が移りますが、いらない紙などに何度か塗ると取れてきます。ブレンダーではなく薄い色を使っても同じようににじませたりぼかしたりできます。先に塗った色が乾く前に塗るとにじみやすいです。ぼかすのが難しい時はコピックを塗った後に色鉛筆で塗るのがおすすめです。色鉛筆だと薄く重ねて塗ることができるので、初心者の方でも調整しやすいと思います。逆ににじまないようにする方法は1、紙を変える。使う紙によってにじみやすかったりにじみにくかったりするので、にじみすぎてうまく塗れないという方は紙を変えてみるといいかもしれません。紙を比較した動画も作ったのでよかったら見てみてください。2、素早くささっと塗る。ゆっくり塗ると紙に吸い込まれるインク量が多くて濃くなったりにじみやすくなります。早く動かしたらこんな感じでにじみません。6、白抜き。色を塗った後に白くしたいところにブレンダーのニブを数秒当てると白抜きできます。インクが下に染み込むのでいらない紙などを敷いた方がいいです。線からはみ出してしまった時などブレンダーを使って修正できます。もっとくっきり細い線で白くしたい時は白ペンを使います。7、ハイライト。色塗りが終わってから最後の仕上げに瞳など質感がツヤツヤ光っているところに白を塗ります。コピックには白がないので私はいつもユニボールシグノの白ペンを使っています。下の色が透けることがあるので最近はポスカの白を使うこともあります。ラメ入りの色を使っても楽しいです。ハイライトを入れると人物が生き生きして見えます。ということで今回はコピックの塗り方テクニックを7つ紹介しました。7つの中に入らなかったテクニックというほどでもない塗り方なのですが、実際に1枚の絵を塗るときに最初から濃い色で塗り始めると失敗しやすいので、薄い色から塗り始めて徐々に濃い色を塗るといいと思います。コピックを使った顔や髪の塗り方講座やアルコールマーカーのレビュー動画もあるのでよかったら見てみてください。ピックは文房具屋さん、画材屋さん、ネット通販などで購入できます。リンクは動画の説明欄に書いておきます。参考になったよという人はチャンネル登録と高評価を押してもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。